ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりジジイぜ。セガサターン最後のカウンタードラグーンをやっちゃうぞ。ついにアゼルをやるのね。あの神ゲー指数で伝説的記録を叩き出したツバイの続編。神ゲー指数70点台と、その続編がなんと RPG となって登場ということで当時は大きな話題になったな。セガ系の人たち限定だけど。というわけでヒユーズかっこガンもどきでも食べながらゆっくりどうぞ。ゆっくりしていってね。メリディーノゲーム万歳。さあ、行くぞ。それじゃあじいさん早速やっていきますか。アゼルパンツァードラグーンの RPG は1998年1月29日セガサターンで発売になった RPG じゃ。タイトルにある通り RPG なのよね。1作目2作目とシューティングだったのが突然 RPG になったのよね。もともとシューティングが苦手で手を出してなかったわしじゃったが、今作はテーマ的に RPG とマッチすると思っておったが、まさか本当に RPG になるとは思わなかった。あら、じいさん待望の RPG 化だったのね。ストーリー性の高い内容、練られた世界観、これらはシューティングでは説明しきれてなかったからな。またドラゴンの成長なども考えると RPG との相性は抜群じゃ。シューティングで見送っていたジジイの待望の RPG か。当時は相当遊んだんじゃないのか。いや、今回、初見者が何かRPG と相性が良いゲームとか言いながら、いざ RPG 化されたら手を出さない。さすがじいさんね。というわけで、今回は完全初見プレイ。攻略サイトも見ないで突き進む。このゲーム初めての人は一緒に初体験プレイを楽しみましょう。過去プレイした人は初めて遊んだ日のことを思い出しながら楽しんでもらえたらと思います。で、どんなストーリーなんだ？説明書のプロローグを読んでみるぞい。どこまでも続く岩肌、荒れ果てた大地、そして失われた時代、9世紀の朽ち果てた遺跡、それが人類にとっての全てだった時代。人類はかつての力を失い、代わって構成生物、皮肉にも自分たちの祖先が作り、残した遺伝子改造による生物兵器の末裔たちがこの星を支配している。唯一その構成生物に対抗できるのは、帝国と呼ばれる9世紀の文明の使い手たちだけであった。彼らは9世紀の遺産を発掘してその力を使い、再び人類の時代を作ろうとしているんだ。だがある時、帝国が管理する発掘所で内乱が発生する。帝国軍特殊部隊の指揮官、クレイメン卿とその部下たちによる突然の襲撃、混乱。発掘所の警備を担当してた傭兵、エッジはその内乱に巻き込まれ、クレイメンに家族とも呼べる仲間を殺される。教団を受けたエッジは遺跡の奥深くで目覚めるが、さらに凶暴な構成生物が襲いか。この時、危機に陥ったエッジを助けたのは、伝説と化していた構成生物、ドラゴンだった。発掘された謎の少女、アゼルを奪い、水湖へと去ったクレイメンを追い、エッジはドラゴンと共に旅を始める。行く手に何が待つかを知らず、人類の運命を変える旅になるとも知らずに。というプロローグじゃな。アゼルって主人公の名前じゃないのね。発掘された謎の少女のことみたいね。少女が発掘された？ってどういうことなの？エッジっていうのが今作の主人公になるみたいだけど、これまでのシリーズと違って帝国側の人間っぽいんだぜ。帝国で内乱が発生するともあったわね。クレイメンってのが内乱を起こすとか主人公の仲間を殺されるとか。なんだか波乱に満ちたストーリーだわね。波乱もあるけど謎だらけだな。エッジの元にドラゴンが現れたのも謎だし、ワクワクが止まらないぞい。というわけで早速プレイじゃ。初見プレイなのでニューゲームなのじゃ。Cuido, Edge. Nihil din silentia. Although some siakol. Meliust prelidis, expedul. Tunes cognitum lua. Quid nostra defensio. Di. Possetu cognitum. Za envetus. Enaivo and purgus. Devon est pertina and penier. Devonum est lutema. Es. De peltiner impenier. Tues nostem praestem. Noster defensio. Hec. Exceller impelnier. Te omnio aude gescalde. Peril! Vilcus Vicentis! Hostis? Liquor?
栄華を誇った文明が滅んで数千年。かつての力を失った人類は自らが生み出した遺伝子改造による生物兵器に脅かされつつ黄昏の時代を過ごしていた。だが失われた文明の力を借りた帝国が出現した時から再び時代は回り始めた。帝国の手によって発掘された9世紀の兵器は人類の生存を脅かす多数の巨大生物を撃退し、再び我らの時代が来たと人々を歓喜させた。しかし力は欲望を生み、欲望は戦乱を生む。帝国と同じく9世紀の力を手に入れた周辺国家との戦争は深刻化の一途をたどった。自らの優勢を保つため、帝国は9世紀の遺跡の発掘を強引に進める一方で、帝都に大規模な研究機関を設け、わずかずつではあるが古の時代の謎に迫ろうとしていた。ナレーションというか声優陣が豪華ね。これまでのシリーズに比べて力が入っているな。セガが本作にかける意気込みが伝わってくるぞい。Prosit seda, Devon. Arbo. The trader important. Owen. Pause the tema rebel prosit sedo. Municats! Muheoles Macro Matthew. Yaxil. Gada Owen. En a metos de Yena, Delcam. Kats, Venia Deni. Kunipas, Axiom Velox. Hick the go Laxinia! Hick Moose! No stand down to Cascada! Ugal, Axelio. To Fugal, Edge. Dude! Another dude is a continue!うわ、ホラーですやん。血色のない人が首曲げて壁に埋まってるわね。確かにこれは怖い。この辺、社会深度の表現とか技術の進歩を感じるな。Now the guest killed! Festina Exia! Exia!ちょっと何が起きているのよ。いきなり隊長が撃たれたぞ。わからん一難去ってまた一難ぜ。Impenia! Suos! Nostra suos! Sus! Praia esque!
タペルティーナ・ランギスラオス・デ・ポールス・レスタデノスタだなハーボートゥンエスラオスエセフェミジャム・デネス・クレイメンレス・フローター・フェスティーナウシェ・センチュリア・ベニレペリトゥースこりゃダメだろ。ダメだわね。助からんじゃろうな。ゲームオーバーか。ガンダムの首がもげてる映像が出てきそうだわ。どこで選択肢間違えた。選択肢なんてなかったわい。プロシットプラスイバーインペニアトランシア・ポスタルスなんか光ったわね。さっきクレイメンが言っていたテイトの仕掛けとやらかあわわわわわわ。とんでもないことに。爆発しとるやん。クレイメンはなんちゅうもん仕掛けたんや。にしても謎すぎるわね。ピクリウム・デナ・ミリア・リオン・バルスイエ・インテグル・メディウム・シビタスレアテオ・ウニュエルフーリング・サブタリキアラウスフィン・ポテンティア・フォースポレスティン・インポーターPialitus e crimen, nole mortarsem impenia. Des diu, diolangius impenia banais, dicia dev erga teriu. Impenia risur winter, teriu diu atrefta. これがテイトの皇帝のようね。塔の力とかまた意味不なワードが出てきたぞ。Faniba crimen, nor gescer de baniara praia teriu. Seduva escatonaus gurigu origu. 塔の力とか意味不明なことだらけじゃ。なんか突然の名前入力なのじゃ。エッジの心に宿りし者だって。プレイヤーはエッジの中に入ったってことなのか。で、名前は何にするの？もちろんメリジーじゃ。やっぱりメリジーなのか。これでジジイがエッジの中に入ったのか。HG ね。
我生きとったんかい。水に落ちたから助かったみたいね。運のいい主人公だ。生きてる。ここから日本語なのね。ありがたい。助かったのか。早く上に戻らないと隊長たちが。どうやって戻るんじゃ。ようやく操作可能になったぞい。長いオープニングでもだったわね。クレイメンが謀反を起こし、遺跡から発掘した女性、アデルを強奪。ついでにテイトの遺跡地下に何か仕掛けてテイトの半分を爆破。皇帝はクレイメン討伐に動くものの、塔の力と比べれば可愛いものと謎の力を示唆。とまあ、アデル、クレイメン、塔の力と謎だらけのオープニングじゃった。主人公エッジは遺跡の最深部まで落とされ、ここから脱出して仲間たちと合流したい状態。なんだかよくわからんが移動して上に行く方法を見つけよう。完全 3D で移動なのね。じじい、いろいろいじっているけど説明書は読んだのか？いや、全く読んでいない。またか。じいさん、ちっとは説明書読みなさい。なんとかなるじゃろ。昔はゲームの説明書を隅々まで読むのが好きじゃったけどな。そして少し歩いていると広い場所に出た。なんかあるわね。ちょっと近づいてみようぜ。A ボタンとか押すとレティクルみたいのが出てきて調べられるオブジェクトはターゲットできるようじゃ。ファーとか出ているな。遠くにあるとファーって出るみたいね。9世紀の発掘物らしい。ニアになったわね。なんかゲットしたぞい。ファーだとオブジェクトの見た目、ニアだと実際に調べるみたいな感じだな。他にもあるみたいだし全部開けちゃいましょ。ハンドガンをゲットしたぞい。武器かしらね。エレベーターキーってのも手に入れたみたいだぞ。装備話じゃな。さっきのハンドガンはいずこへ。いろいろと謎だらけね。それにしても視界が悪いところじゃ。最下層だから暗いのかもね。エレベーターキーも手に入ったし、どこかにあるエレベーターで上に行っちゃおうぜ。お、選択肢が出てきたぜ。乗るんじゃ。動いたわね。動いたな。これで上まで行けそうじゃな。あ、なんか嫌な予感。なんか出てきそうじゃな。着いたわね。なんかいるぞ。あばば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 。これは絶対絶命の大ピンチじゃないの？さっきのハンドガンが、火を吹く時が来たようだぜ。そのレベルじゃないんじゃ。いわゆる罪じゃ。ちょっと諦める前になんとかしなさいよ。後ろにも行けないわよ。やっぱりハンドガンでで弾が出ない。こんな時になんでこうなるのよ。拾った時に試し撃ちしないからこうなるんだじじい。いや RPG の武器を試し撃ちするやつなんていないじゃろ。ちょっと口喧嘩している場合じゃないわよ。もう飛び降りるしか。何の声じゃ？何が起きたのじゃ？上からレーザーみたいなのが飛んできて、なんか降りてきたわよ。また敵なのか？勘弁してほしいのじゃ。
ドラゴン。ドラゴンじゃ。そういえばパンツァードラグーンをやっておったんじゃ。これがドラゴンとの出会いなのね。動画がもう20分を超えているわよ。さすが RPG。ドラゴンとの出会いまでを濃密に書いておるわい。なんでドラゴンが助けてくれたのかしらね。ドラゴンはどこにいたんだろう。まだまだ謎じゃな。ドラゴンが何か見つめて語りかけてくるようじゃ。なんかアインでもこういうシーンあったわよね。オープニングでドラゴンを託される時になんかあった気がする。アインのドラゴンを託された時の映像も見えたな。時代的にはアゼルの方が後なのか得わからん。最後のが遠なのかしらね。ドラゴンが何かを伝えようとしているのかもしれんが映像だけじゃわからんな。今のは乗れっていうのか。ついにドラゴンに乗れた。長かったわね。この動画、どこまでのシリーズになるんだ。皆さん気をしっかり持ってお付き合いお願いしますじゃ。ドラゴンに乗って発掘所の上空まで来ることができたのじゃ。だいぶ流されたな。早く発掘所に戻らないと。だけどこのドラゴン、どうやったら言うことを聞いてくれるんだろいよいよドラゴンを操れる時が来たぞい。長かったな。ようやくパンツァードラグーンが始まるのね。十字キーの上下は高さの変更みたいじゃ。左右は左右方向への旋回。B ボタンを押すと前進といった操作感じゃ。おお、なんかこれまでのシリーズと違って自由に 3D 空間を飛び回れる感じだな。なんかターゲットが出てきたわよ。ビームって書いてあるな。調べたらビームを撃ってアイテムを回収できたぞい。こんな感じで恐る恐る飛んでいるが、ここは完全にチュートリアルなので見せ場はないので完全カットじゃ。一通り探索が終えたので次のエリアに向かうぞい。こういった入り口もターゲットを合わせて調べるだけでいける。便利ね。ようやく発掘所に戻ってこれたぞい。仲間たちを探さないとね。探索しましょ探索。というわけで倒れている人を見つけた。隊長。生きてたのか。よく無事で。隊長。早く行け。奴らは谷に沿って北へ向かってる。あの男、クレイメンたちを追え、本物の帝国軍が来る前に。クレイメン？誰なんです、そいつは。
それになんで追わなきゃならないんです？帝国の特務部隊、黒い艦隊を率いる男の話を聞いたことがある。おそらくは奴がここを見れば帝国は俺たちを疑う。あの発掘物を奪回する以外お前の生き延びる方法はない。胸のポケット。そうだ。隊長、これは。隊長？隊長？くそ。クレイメンめ。クレイメンを追いかけ発掘物を取り返せとエッジに伝え、隊長は息を引き取った。クレイメン、アデル、このキーワードを中心に物語が進んでいくんだな。早く追いかけたいわね。お、なんか出てきたわね。いよいよ戦闘システムについての解説だったぞい。もともとがシューティングゲームの RPG か。どんな戦闘システムなのかワクワクじゃ。戦闘中のドラゴンとエッジは合同エネルギーを共有している。それがシンクロナスゲージである。何もしないと溜まっていき3ゲージ分まで持つことができる。単純なターン制の戦闘ではなく時間経過とともにゲージが溜まって行動するタイプみたいね。1ゲージ以上溜まっていればコマンドアイコンを開きその時に溜まっているゲージ量で可能な行動を選択できる。なるほどファイナルファンタジーの ATB みたいなもんじゃな。リアルタイム性のある戦闘システムだな。ドラゴンの通常攻撃であるコーミングレーダーは1ゲージ消費することで発射できる。ドラゴンの通常攻撃はコーミングレーダーらしい。おお、パンサードラグーンおなじみの攻撃が炸裂ね。ホーミングかっこええな。エッジの通常攻撃である銃は1ゲージを消費することで発射できる。この銃は敵を狙い撃ちできる。エッジの銃は単体攻撃を仕掛けられるみたいじゃ。相手ムを使うときも1ゲージを消費する。アイテムを使うときはウィンドウを開き、方向ボタンで使うアイテムを選択する。行動は全てゲージ消費が発生するようじゃな。やはり ATB じゃな。ドラゴンの特殊行動であるバーサークはその種類によって必要なゲージ数が1から3ゲージと異なる。スバイから追加された要素バーサークもしっかり健在じゃな。行動ゲージを大きく消費するものもあるみたいだぜ。必殺技みたいな位置づけかしらね。オード派手ね。威力も相応だぜ。それぞれの行動は必要なゲージの量があればいつでも好きな時に行える。この線はターン制じゃないからゲージを見ながら行動をとっていく感じだな。余ったゲージ量はそのまま残る。1ゲージ溜まるごとに使うか複数ゲージ貯めてから使うか状況に応じて使い分けることで戦いを有利に進められる。なるほど戦闘システムの大枠は理解したぞ。ATB みたいな感じじゃな。次は位置取りの話じゃな。本ゲームの大きな特徴らしい。パッケージにも画期的な戦闘システム位置取りバトルが熱い。と書いてあるくらいじゃ。どんなシステムなのかしらね。画面には表示されないが敵もゲージを持っており一定間隔で行動する。ゲージの溜まる速さは敵によって異なる。なるほど。敵の行動もこちらと同じ仕組みになっておるのか。敵の行動はドラゴンが敵に対してどの方向にいるかによって変わってくる。敵とドラゴンの位置関係は戦闘レーダーで確認できる。敵は常に中心に表示されドラゴンはその周りに表示される。中央のレーダーはそういう意味なんじゃな。自分が敵のどの位置にいるのかってレーダーなのね。戦闘レーダー内の各方向の色はその方向に対する敵の攻撃の危険度を表している。例えば、現在ドラゴンの色がついていない方向に対しては危険度の少ない攻撃が行われる。例えば、現在ドラゴンの色がついていない方向に対しては危険度の少ない攻撃が行われる。位置取りは、敵に対して方向ボタンで左方向か右方向に90度ずつ回り込むことで行う。自分の位置によって敵の攻撃が変化するのね。位置取りはゲ
ージを消費しないので好きな時に行うことができるが位置取り中はゲージが増加しない。いつでもできる位置取りだが、ゲージがたまらないデメリットもあるのか。ずっと安全な場所に移動し続けて完封ってなわけにはいかないみたいね。赤い方向はデメージの大きい攻撃やステータス以上攻撃など危険度の高い攻撃が行われる方向であることを示している。赤はやべえ。できるだけ赤い方向を避け緑の方向にするようにすれば安全に戦うことができる。ただし、位置取りしている間はゲージ増加しないため位置取りを多く行うほど時間のロスになることに注意。位置取りで安全な場所をキープし続けるのも良いが攻撃機会がなくなるリスクとリターンの関係もバッチリだ。続けて位置取りの続編じゃな。ちょっと全部やってたら尺が足らなくなるので、ここはかいつまんで言うと、敵には攻撃する位置によっては弱点むき出しになっていることがある。うまく弱点をつけってことじゃ。そんな感じで後派プレイしながら必要に応じて説明していく。戦闘の説明があったということはいよいよ戦闘開始ってわけだな。発掘所周辺を探っていこう。実戦楽しみね。まずは探索じゃな。なんか入り口があるぞ。行ってみましょうよ。いきなり横道に行ってみるぞい。なんか通路みたいだな。アイテムが取れるオブジェクトがあるぞい。ストップクリアだってさ。ストップがクリアされるアイテムじゃな。まんまだな。奥はどうなっているの？なんか出口っぽいぞ。出てきたわね。どこかしら？新たな場所か？どうやら少し前に進んだだけみたいぜ。ああいう脇道にアイテムがあるってことなのね。これはちょこちょこ脇道に入って得をしていかないといけないわね。再び探索開始じゃ。はよ戦闘したいぜ。右上のレーダーの色が黄色になっているってことは、出てきたんじゃ。あのレーダーの色はエンカウントと関係しそうだな。よし本ゲームの初戦じゃ相手はなんじゃスライムか？クルルって書いてあったわよ。世界観的にスライムは出なさそうだな。ストップクリア、ストップの状態を直す。ストップをクリアするで本当に当たってたな。ホーミング炸裂じゃ。あまりダメージ出てないな。もう一発ぶっ放せば終わるじゃろ。よし撃破じゃ。ベリーグッドだったわね。エクセレントじゃなかったか。やっぱり一撃で仕留めないとなんじゃない？弱点つかないとダメなのかもしれんな。とにかく初戦は撃破よ。やったな。初戦は初戦よ。ということで探索再開じゃ。しばらく進んできたぞい。しまった。構成生物よけの風網か。何か対抗生生物の罠が仕掛けられているらしく先に進めなくなったんじゃ。トラップを止める必要がありそうだな。周囲を探索しろってことね。どこかにスイッチがあるらしい。探しましょ探しましょ。うろうろしていたらまた入り口を見つけたんじゃ。さっきみたいな横道かしらね。迷わず行けよ行けばわかるさ。猪木音体。でも、何かしらね。さっきから G って音がしているわね。読んだ？ジジイじゃなくて G よ。くだらないこと言ってないで奥に進むんだ。なんかあったんじゃ。調べましょ。装置が止まって静かになったな。さっきの罠のスイッチだったのかも。先に進めるか確認しに行こう。って、スイッチ入れてどうすんじゃ。いや、ほら、確認したくなるでしょ？もう一回やったらどうなるのかなって。いいから先に進めー。動画の尺も大変なんだから。あ、はい。というわけでトラップのところに戻ってきたぞい。先に進めるようになったわね。ここから先が本当の冒険って感じだぜ。いざ行くぞい。なんだか同じようなところに来たわね。またまた渓谷じゃな。通路のようなところを進んでいく感じじゃな。この奥に何があるのかしらね。早く先に進もうぜ。
先に何かあるわよ。調べてみるぞい。貴様ら、これがどういう意味か分かってるのか。グレイメン艦よりの返信確認できません。こんなところであの発掘物を、ドラゴンを奪われるわけにはいかん。全艦戦闘態勢を取れ。ダメです。風車弾急速接近、間に合いません。どうやらクレイメン艦に襲われた船っぽいぞ。ドラゴンが奪われたとかなんとか言ってたわね。クレイメンが持って行ったのって、あの首がヒカキンみたいに曲がった女の子はゼルとかよね。ドラゴンもいたのかしら？謎じゃな。それにしてもクレイメンは完全に謀反を起こしたようじゃな。帝国の艦隊まで落としたとなれば後戻りはできんぜ。この先どんな展開が待っているのかしらね。ここいらでちとレベル上げしとくかの。そうね、急ぐ旅でもないしね。戦闘にも慣れておきたいものね。レベル6まで上げたぞい。まあまあ上がったな。そろそろ先に進んでもいいんじゃない？渓谷最深部の奥へと進むのじゃ。滝が見えてきたわね。お、なんだ？敵か？ワクワク。しゃぶりの巣ってこれまでに出たことがない敵じゃ。なんかこれまでの敵よりも大きい感じがするな。中ボスみたいな感じかしら。油断しまくってヒットポイントが少ないんじゃ。まずは回復じゃ。言って損したな。改めて戦闘開始じゃ。いきなり弱点が見えているな。ホーミングじゃ。お、効いてる効いてる。良い感じじゃないの。しかも安全地帯キープだぜ。なんか出してきたわよ。雑魚敵っぽいのを放出してきたな。気持ち悪い敵ね。今いる場所が緑から赤に変わってしまったぜ。これは危ないんじゃ。安全地帯に移動じゃな。こっち側からも弱点丸見えね。狙いたい放題だな。バーサークで一気に告るぞい。一気にほふれないじゃない。雑魚敵にも攻撃がいってしまったから分散したな。無弱点に集中攻撃したいんじゃ。雑魚がいなければホーミングで集中攻撃できるな。また妖体放出してきたわよ。難儀な敵だな。こちらのいる方に妖体を移動させてくるわね。ダロルなら雑魚を一掃できて便利。雑魚を落としてホーミングで集中攻撃だな。間に合ってないわね。遅かったな。まだ終わらんよ。いいから早く倒して。ダロルで2ゲージ使うから、またゲージ溜まる前に妖体放出されそうだぜ。じいさんちょっとは学習しなさいよ。ジジイの海馬はポンコツだぜ。無知言い返せない。お、先生入力で先に妖体が移動する前に攻撃当てたわね。学習したなジジイ。まあな。お、削り切ったか？削り切ったかも。これで先に進めるな。これは滝の中に行けってことかしらね。行ってみるのじゃ。通路になっているのね。もっと洞窟っぽいのを想像してたぜ。
でもお宝たくさんで嬉しいぞい。いまいち何に使うのか分かってないのもあるがな。出口ね。新天地か？エリア名が出ないということはまだ渓谷最深部か？色々と探索をしたが見どころも少ないので、また中ボスみたいなあいつと戦う。また出てきたのね。セイントに同じ技は二度通用しない。セイントだったのね。ドラゴン支流じゃ。ロザン昇竜派。ホーミングはどちらかといえばペガサス優勢剣じゃない？今、聖夜の話をするのはセンシティブじゃ。正義に変わっているからセーフ。無理やり時事ネタを突っ込んでこないのよ。ジジイの時事ネタじゃ。オーサムイ級に氷河のダイヤモンドダストが飛んできたわ。バカな会話をしている間に倒しちゃったわね。さっきよりも圧倒的に早いぞい。手応えありじゃ。おー出たエクセレント。本当にセイントに同じ技は通じなかったみたいね。しかもレベル9じゃ。さあ先を急ぎましょ。また滝裏に入るのね。この先はなんじゃろな。また同じようなところじゃな。まさかずっとこのまま渓谷を移動し続けるのかしら。どこまで続いてるんだろう。うわっ！なんだ？どうした？何が起こってるんだ？よし、行ってみよう。何か新たな展開がありそうね。ワクワクするのじゃ。なんか地上にいるぞ。ツバイで地上を走る乗り物みたいのあったな。ちくしょう。うわってかいのが出てきたわよ。これは手強そうなのが出てきたな。あの地上のやつが追われているみたいじゃな。あら？うまく撃退したのかしら？まさかな。これは復活してもっとピンチポンチになるパターンだぜ。あるあるじゃな。乗り物の生き物を捨てたわよ。なんてやつだ。これがヤザンっぽいんじゃ。ほら、やっぱり。おっ
このレーザーは、エッティ登場ぜ。早く穴の中に隠れて。すまない。ザーベモス戦じゃな。これが本当の中ボス戦ってやつか？明らかに手強そうな登場だったものね。いきなり危険エリアだぞ。まずは位置取りじゃな。安全な位置からの攻撃はいまいちダメージが伸びんな。赤エリアに移動した瞬間に触手来たわね。うお、キモい。これはキモいわね。触手フェチの人にはたまらんだろうが、わしにはその敵はない。あら？攻撃弾かれているわね。どうやら頭はレーザー無効みたいじゃな。正面の危険エリアにいる意味がないわね。全方向赤エリアになったぞ。背後に回れるようになったわね。弱点が見えたのに。また気象攻撃。怒ったぞ。スーパー化するのかしら？なんか危険エリアが増えたみたいだな。くそ、緑エリアに移動する前に攻撃を仕掛けられた。体当たりをされているわね。でも敵も岩肌にバチクソぶつかっているぞ。気絶したわね。これは大チャンスというやつじゃな。いけじじい。おお、弱点も丸見えになっているぞ。オーニング打ち放題ぜ。ジジイにゲージ貯めようと欲張っただろ。そのせいで一回損したわね。ぬわ、触手よりもキモい捕食。食われた。食われたな。再び体当たりだぜ。チャンスじゃない？気絶している間に連続攻撃ぜ。お、やったやったっぽいぜ。撃破ぜ。なんか最後もきしょいわね。いろいろ出していったわね。さっきのと大丈夫かな？
うわ、こりゃ一体あんたのドラゴンなのか？僕のってわけじゃない。なぜか言うことは聞いてくれるんだけど。ドラゴンね、そうか。確かにこいつがあれば帝国とも戦える。帝国と戦うだって？まさかお前もクレイメンの？ちょっと待てよ。人違いだって。クレーメンのなんかじゃない。俺はシーカーだ。シーカー？洞窟集団の？おいおい、人聞きが悪いな。俺たちが洞窟者なら帝国だってそうさ。あの宝の山が奴らのもんだって誰が決めた？そのシーカーのあんたがなぜこんなところに？仲間との合流地点に向かってたんだが、近道をしてたらあいつに襲われてな。助かったよ。で、ついでと言っちゃなんだが、俺をそこまで運んでくれないか？いや、何、そう遠くはない。カイナスの村って言って、ここのすぐ南さ。そんなに警戒すんなよ。一人旅には慣れてないんだろ？力になるぜ。わかった。だけどその村に行くだけだ。ああ、十分十分。ああ、自己紹介がまだだったな。俺の名はガッシュ。本名はスキアド・オプス・ガッシュって言うんだが、ああ、ガッシュでいい。こう見えてもこの辺りの情報には詳しいんだ。遺跡のこと、構成生物のこと、何だって教えてやるぜ。というわけでシーカーのガッシュが同行することになった。またまた謎の多い人物ね。渓谷地帯も抜けていよいよ舞台が広がるな。ということで今回はここまでじゃ。これはなかなかの長丁場になりそうね。皆さん長い間お付き合いよろしくお願いしますじゃ。コメントでいろんな感想をお待ちしております。というわけで今回はここまでです。皆さんと昔遊んだゲームの感想や感動を共有していくことを楽しみにしておるので、よかったら他の動画を見てくれると嬉しいのじゃ。そして新しい動画をアップした時はまた見に来てくれると嬉しいぞい。共感してくれたら高評価をしてくれると G さんの励みになるんだぜ。そして新しい動画を見逃さないためにも、また見に来たいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで見てくれて、ありがとない。長いぞい。これまだディスク1の半分くらい？全部で何枚なんだっけ？4枚じゃ。ありゃ、これは本当に長編の予感ね。みんな長いの見てくれるか不安じゃぞ。そこはジジイの編集にかかっているな。だからこそ自信がないんじゃ。威張らないでよ。